こんにちは、プラセボです。今週1週間配信した中で、これはすごいと思ったアタックご紹介します。フューチングナンバーワンのニャンさんのライトニングドラゴン。ニャンさんは昨年度の世界選手権はシーバイのメンバーとして、そしてグローバルトーナメントではブームアカデミーのメンバーとして活躍されてましたが、今シーズンはフューチングナンバーワンに活動を移されてます。このニャンさん現環境でのライトニングドラゴンアタックが異次元なんです。異次元レベルで、ただいまの e スポーツモードの全開率はおよそ 18% 前後で推移しています。その中で直近4試合、ニャンさんは全て全開を取ってるんです。今回はその驚異的な全開アタックの鍵に迫っていきたいと思います。編成はこちらになります。ライトニングドラゴン10体、あとはロケバルとバルーン、そして、シューターをね使用することが多いんですけど、罠会場でですね、バーバリアン、アーチャーもセットされてます。そして、トーテムの呪文が8枚とレイジ3つセットされてます。で、さらにヒーローのペットと装備はこちらになってます。それでは行ってみましょう。まずは5時側罠確認をしてシューターをセットしました。ちょっと見にくいんですけれど、そしてバルーン9時側投げてテスラモリが入ってきましたね。さらにバルーンを当てつつライトニングドラゴンで、連続して配置している施設にチェーンをかけて壊していきます。もう1体ライトニングドラゴン出てきました。レイジをかけて、ここからチェーンをかけてレイジタワーとエアスイを壊していきます。そして4時側の対空砲ロケバルで壊して、2時側そして11時側1体ずつライトニングドラゴンを当ててサイドカットして主力のユニットが出てくる道を狭めてスタートさせていきます。トーテムを出しながらライトニングドラゴンを進めていきます。ここでトームかけていきます。トームはダブルトーム、さらにガーゴイルプリンスダークオーブを中央区画に放っていき、2体のドラゴンがモノリス、そしてタウンホールを捉えていきます。そこに逆さずレイジを当てていきます。シューターの中からはスーパーガーゴイル出てきました。で、まだキングとクイーンを出してないんですよ。でもライトニングドラゴンが9時側に4体、4時側に2体まだ残っていまして、残りの施設をキングクイーンなしで壊していきます。素晴らしいですね。ナイス全開です。2つ目のアタックご覧ください。まずはバーバリアンを出して罠確認してシューターが9時側からスタート。そしてライトニングドラゴン10時側レイジをかけて連続して配置されている施設にチェーンをかけていきます。で、ここからね、このエアスイを壊していきます。1つ目のポイントです。エアスイに逆らわない。狙いを定めてから最初の一撃までにかなり時間を費やすライトニングドラゴン。エアスイに吹かれて最小順を当てるのはかなり時間をロスしてしまい、その間に防衛施設から攻撃を受けてしまいます。なのでニャンさんはこの最初のライトニングドラゴンのチェーンでエアスイを壊したり、あとはライトニング呪文2発準備して、それをエアスイに使ってアタックされています。さあ、主力ライトニングドラゴン5時6時側から進んでいきます。3時側も2体のライトニングドラゴンで削っていったので、
進む道が限定されてますね。ここでトームを打ち、さらに奥に進んでいきます。ガゴリプリンスダークオーブを中央に放っていきました。そしてキングクイーンが一時側からスタートしていきます。スケルトンで相手のヒーローガーディアンターゲットを取りつつ、キングがクエイクブーツを装着しているので能力を発動して壁を壊して、その後ろに控えているクイーンがさらに奥にと進みやすくしています。ライトニングドラゴンはもういなくなってしまったんですが、クイーン、そしてガーゴイルプリンスも残ってました。こちらもナイス全開です。3つ目のアタックご覧ください。まずはロッケーバルでボイセス削りシューターをセットしました。でここで2つ目のポイントです。シューターは後半部分にライトニングドラゴンアタック、シューターと使われることが多いですよね。ライトニングドラゴンの最初の入りを狭めるために使う方もいらっしゃいますが、ニャンさんは後半部分に使います。シューターをまず最初にセットして、そして最後の最後までシューターがしっかり働けるように最大限利用されてます。3時側アーチャーで削りを入れつつライトニングドラゴンをセットしました。4時側の対空砲あらかじめロケバルでカットされてましたね。そして主力のライトニングドラゴンがスタートしていきます。トームはちょっと溜めてますね。ちょっと溜めてライトニングドラゴンが奥に進んでからかけてますね。シューターの中からはスーパーガーゴイルが出てきました。UFO を背後から壊していきます。そしてアイスゴーレム縦にしてキングクイーンがスタート。ベビードラでサイドカットしてキングとクイーンを12時区画に進ませるようにしていきます。トーテムまだ残ってましたね。トーテムを縦にしつつキングクエイクブーツを装着しているので能力発動と同時に壁を壊して後ろに控えているクイーンが進みやすくしています。トーテムも余ってますね。本当に余裕の全開です。こちらも最後のアタックご覧ください。まずはロケバルで枠確認をしてシューターが7時側からセットされました。ちょっと見にくいですが、そしてエアスイッパーを、ライトニング2発で削っていきます。そして3つ目のポイントいきます。キングとクイーンは後半部分にニャンさんシューターだけでなくキングとクイーンも後半部分に使われています。後半もしっかりプランニングすることで高い全開率を保っています。このアタックではシューターはこちらを、キングクイーンはこの部分を壊していきます。最後の部分をライドラ任せにしていません。1体のライドラで11時側カットして主力が10時11時面からスタートしていきます。トーテムを縦にしながら進んでいく。でトームはちょっと溜めてますね。ちょっと溜めて0時2発打ってここからトーム、そしてダークオーブを放っていきます。
アイスゴーレム盾にして虹側からキングクイーンがスタートしていきます。でキングがクエイクブーツを履いているので能力発動で壁を壊して、でこのリベンジタワーまで進んでいくことができています。いかがだったでしょうか。ライトニングドラゴン編成はユニットの種類や呪文の種類を少なく扱うことができるので、比較的操作が楽な戦術と言えます。このニャンさんのアタック参考にして、ぜひライトニングドラゴン使ってみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録もぜひお願いします。もっとご覧になりたい方はリンクから配信アーカイブをお楽しみください。それではまた来週。